我は最果ての魔王ディープブリザードである。今回はクリップスタジオのフィルターを一つ使うだけで絵をよりドラマチックにする方法をお教えしようと思うのである。まずはこれを見てほしい。今回うぬらに教える方法をマスターするだけでこのようなダイナミックでそしてドラマチックな絵を簡単に作り出すことができるようになるのであるぞ。もちろんフィルターの使い方を教えてしまえばすぐできるのではあるが、なぜこのような感じになるのかということについて理解をした方がよりこれからの絵を描くときに、そして応用する際に役に立つと思い、まずはなぜこのような表現になるのかという原理を解説してから、そして実践の講座を行うと思うのであるぞ。今回教える被写界深度、焦点とは何かということを簡単に説明していこうと思うのである。まずこのようにカメラを構えていると仮定して、手前に花、少し奥につぼみ、そして遠くに雑草があるという想定で話をしていこうと思う。こちらが実際のカメラで覗いた映像である。図の通り手前の花には焦点が合い、綺麗に見えている。しかし奥のつぼみは焦点が合っていないため少しボケているのがわかるであろうか。またその奥にある雑草はよりボケているのがわかるであろう。この通り焦点の位置が変わることでボケていたりボケていなかったりする。これを被写界深度が浅いと呼ぶ。被写界深度が浅いことで焦点の合う位置が狭くなり、焦点が合っていない部分がボケて、そしてその距離が離れるほどより大きくボケるという現象になるのである。では次に真ん中のつぼみに焦点があった時の話をしようと思うのである。図のようにつぼみの部分に焦点が合うことで、それ以外の手前の花の部分、奥の草の部分がボケた、被写界深度から外れた部分がボケているというのが分かったであろうか。では最後に奥の雑草部分に焦点を合わせてみよう。奥の雑草部分に焦点があったことで、被写界深度が雑草の部分にのみ適用されている。被写界深度が浅く、焦点の合ってない部分から距離が遠く離れれば離れるほど大きくボケたのが分かったであろうか。今回はこのような被写界深度の浅い表現をイラストで再現するというのが分かったであろうか。では実践に移ろうと思うのである。では今回はこちらのイラストを使って先ほど説明をした被写界深度の浅い焦点のボケたイラストの再現方法をやっていこうと思うのであるぞ。またこの絵は教材として無料でダウンロードすることもできるので、動画の概要欄からリンクをチェックしてもらえると嬉しいのであるぞ。またページには他にも教材や電子書籍などもダウンロードできるようになっておるので、ぜひ一度チェックしてもらえると嬉しいのであるぞ。というわけで今回用意したイラストは一枚絵のように見えるのであるが、レイヤーの構成を見てもらうと手や胴体、そして髪の毛の大まかに分けて3つのパーツで分かれているようになっている。こうすることで簡単に被写界深度の浅いイラストを作ることができる。もちろんただの一枚絵でもできないというわけではないが、このように事前にパーツを分けて描いておくことでよりやりやすくなると心得ておくと良いであろう。ではどのようにやっていくのかというと、非常に簡単で、フィルターのぼかしからガウスぼかしというものを選択する。ここでどのぐらいぼかすかということを決めることができ、そのぼかす範囲の数値が大きくなればなるほど、今選択されている手のレイヤーが大きくボケているのがわかるであろうか。今回は40前後の数値にして OK を押そう。これだけで手の部分に焦点が合わなくなり、顔の部分などに焦点が合っている絵というのが簡単に表現できたのが分かったであろうか。同じように髪の毛のレイヤーを選択して、そして投げ縄範囲ツールなどで大まかに
頭から離れている髪の毛の部分を選択する。この状態で上のメニューの選択範囲から境界をぼかすというのをチェックしよう。すると境界をぼかすと出てくるので、ぼかす範囲を最大の 10mm の状態にして OK を押そう。こうすることでどうなったのかというと、この通り選択範囲の周囲がボケているのがわかるであろうか。こうなることでグラデーションの段階のようにガウスぼかしを適用することができるのである。どういうことなのかというのを実際に見てもらおうと思うのであるぞ。先ほどと同じようにフィルターのぼかし、ガウスぼかしを選択する。そしてだいたい範囲をこちら30前後にして OK を押す。そしてガウスぼかしが書き終わったら選択を解除しよう。こうするとこのように選択範囲があった部分の境界線のぼかしがグラデーションがかかったように処理されているのがわかるであろうか。こうすることで自然と距離感のあるぼかしを再現することができるのであるぞ。これで手前と奥、簡単に被写界深度の浅い絵を描くことができた。ただ、よりリアルな、そして深みのある被写界深度、焦点のぼかしを使いたい場合は、もう少し凝ったことをやってみようと思うのである。顔の部分に焦点が合っているということは、この足の部分などは顔から離れている場所なので、実際はボケることになるのである。なので、そのような処理を行っていこうと思うのであるぞ。顔から離れている部分をまずざっくりと選択をする。そして選択範囲から境界をぼかすで、先ほどと同じように 10mm ぼかそう。こうしたことで滑らかに選択範囲が作られているのがわかるであろうか。ではこの状態で胴体のレイヤーが選択されていることを確認して、フィルターのぼかし、ガウスぼかしからやんわりとぼかす範囲を20前後にして OK を押そう。これでまず顔から少し離れている胴体の胸から下部分に軽くガウスぼかしをかけることができた。この状態でより距離の離れている足部分にもう一度ガウスぼかしを適用してみよう。なので足の境界線にこんな感じで選択範囲を用意したら、境界をぼかすを選択して、そしてこの状態でフィルター、ぼかし、ガウスぼかしを選択して、今度は30前後の範囲を適用しよう。これで顔の部分から離れている距離ほどよりぼかしが強調され、被写界深度の浅いドラマチックなイラストが再現できたというのが分かったであろうか。今やった講座では顔の部分に焦点が合っているという設定でぼかしを行ったが、手の部分に焦点が合っている場合の被写界深度のかけ方というのもやってみよう。まず胴体の部分に同じようにガウスぼかしを軽くかけ、そして顔からまた距離の離れている部分を選択範囲を囲って選択範囲の境界をぼかし、フィルターぼかし、ガウスぼかしで大きくぼかす。そして髪の毛のレイヤーを選択した状態で同じようにガウスぼかしをややきつめにかける。こうすることで手の部分に焦点があった絵を作り出すことができたのが分かったであろうか。このようにカメラのピントをどこに合わせるかということを疑似的にイラストで、そして簡単に再現できるということが分かったであろうか。この使い方は様々な絵で使うことができるので、ぜひマスターしてお絵描き作りに活かしてほしいのであるぞ。ではでは、なのである。動画のご視聴誠にありがとうなのであった。よければチャンネル登録、高評価、そして SNS のフォローなどよろしくお願いいたすのであるぞ。